はい、今回もまた 2WD バギーです。前にご紹介したホーネットエボと同じ頃合いでですね、2024年年末商戦に登場して私のお財布が翻弄されたことは言うまでもないでしょう。そうです、京商さんが発売したこちらデューンマスターですね。前回の動画でもチラ見してたこいつを今回は開封、そして組み立てやっていこうと思います。というわけでまずはちょっと語ります。こちらはですね、先行して発売しているダートマスターっていうバギーと同じアルティマ SB シリーズで、立ち位置的にはミドルクラスバギーなんですけれども、ハイエンドさながらの構造というか、2007年頃かな、アルティマ RB5 っていう当時のハイエンドバギーをベースに各部を樹脂製パーツにした感じのシャーシですね。フレンドリーでありながらもレース志向な方の入門にもどうぞみたいな幅広い楽しみ方に対応してくれてるモデルなんじゃないかなと思ってます。っていうですね、構造面や立ち位置ももちろん魅力なんですけれども、私がねこのシャーシというかシリーズに魅力を感じるのは、このアルティマっていうね、京商さんの 2WD レーシングバギーに脈々と受け継がれてる名前を冠してるところがですね、京商さんの硬派でありながらもたぎる情熱みたいなのを感じるんですよね。1986年にアルティマが登場して、翌87年には世界選手権で優勝して、そこからアルティマプロ、プロ X、RB、RB5、6、7と間にさらに細かいアップデートを挟みながら今に至るという感じで語ると長いので省略。もちろん構造は時代に合わせてどんどん変わってるので進化していってるんですけど、京商さんが大事にしてきた伝統のアルティマっていう名前を RB5 ベースとはいえミドルクラスにも名付けたっていうことに、京商さんの本気みたいなのを感じて、こうらしくオタクにはたまんねえなおいみたいな、まあ当時のことは全然知らんですけどね。そしてそんなシャーシにこのかっこかわいいボディ、もうドストライクすぎて入手することにためらうことさえできませんでした。しかし RB と SB の意味って何なんでしょうね。レースバギーとスポーツバギーなのかな。まあいいや、開封していこう。バカーバツ出していこう。そういえば京商のラジコンってあんま組んだことないな。組み立てセクションごとに樹脂パーツと金属パーツ分けてある感じかな。分かりやすいね。なんかアジャスターめっちゃ多くない？エアレーションかな。もうタイヤいい感じだね。インナーもついてる。なんか鉄鎮風でかっこいい。このボディほんとかっこいいよね。ドライバーさんメインシャシ、説明書とアンテナパイプ以上で、これモーターも別売りなんでね、買っちゃいましたよ。ルマンのモーターと ESC、 マジかっこいい。よーし作っていこう。まずはフロントバルクから。ここに工具類入ってますね。純々のクロスロード、違う十字レンチと六角が2本かな。やっていこう。強小パーツを TRF トレイに出すっていうね、なんか背徳感。プラパーツがこれとこれの2つだね。これ結構樹脂硬いから、持ってる人はタップ切ってやった方がいいかも。では気を取り直して。次にフロントサスペンション。ちょっと渋いな。良さそう。これここの隙間1ミリ開けるって書いてあるな。ちょっと測りにくいから、こっち側に1ミリのスペーサーを入れて締め込んでいく。これで両方1ミリのクリアランスにできたんで、ここからここのセットビス締めた方が良さそうだね。ここまでできたら次がサーボセーバー。
次のパーツが2の袋かな。これ工具がね部品側に当たっちゃって閉めれなくなる。付属の工具だといけるのかな。これならいけるかも。なんとかいけた。このステアリングワイパーブリッジを組むときはこういった薄めのボックスか、ちょっとこれティーミアの板レンチなんですけど、こういうのがあると、これだとちょっと可動範囲は狭いんですけど、締め付けはできるかなと思います。よし、次行こう。ちょっと渋い気がするけど、これを見越してのこのプラスチックのカラーなんだろうね。使ってなじめばもうちょっと軽くはなると思うけど、ちょっとこれは様子見でこのままいこうと思います。でね、このタイプのサーボセーバーいいですよね。ここがこう動いてくれるから、サーボにかかる負担を逃がしてくれるっていうね。で、このスプリングで調整もできるし、なんといってもね、このメカメカしさがかっこいいですよね。じゃあ次、フロントバルク組んでいこう。ここで登場、メインシャーシ。これね、めっちゃ硬いの。これ良さそうだね。まだこんだけしか組んでないのに、これだけでもうすごいね、剛性感感じるよね。ここもまたね、工具がちょっとヒットしてる。この完成したハブをメインシャシに搭載していく。フロントのアームがつきました。いい感じですね。はい、ということで、とりあえず袋2までの工程がこれで完成。次、ここからはデフですね。おおめっちゃ伸びるね。なんかこの入れ物だと皮膚科で処方してもらう軟膏みたい。そんなことは置いときまして、作っていこう。ここまで完成したら次に説明書ではこのギアたちにグリスを塗りますって書いてあって、このグリスですね。なんですけどちょっとデフ効かせたいなっていうことで、ここにも書いてあるんですけど、グリスの代わりに別売りのシリコンオイルを入れることもできますとのことなので、今回はこの 15000CST のオイル入れていこうと思います。デフ完成。狙った感じにはなってるけどどうかな。はい、ひとまずこんな感じでギアボックスができたので、今からモーターマウントの取り付けなんですけど、モーターマウントがね、これアルミかな、すげえかっこいいんですよ。なんかこういうところにハイエンドの面影みたいなのを感じますよね。
プラスペーサーの入りが渋いね。ネジ締めていけば閉まるとは思うんですけど、ここはちょっとおしゃれをしようと思います。こんな感じでシルバーと赤のスペーサーを入れてみました。これだったらいけるかな。良さそうだね。かっこいいね。次がスリッパークラッチの組み立てですね。一応脱脂しとこう。こんなもんかな。これで本当にギアボックス完成。もうこれ見てるだけでホクホクしちゃうぐらいのかっこよさ。じゃあ次に4番の袋も開けていこう。だいぶ形になりましたね。次は5の袋。はい、ダンパーまでつきました。ここまで来たらほぼほぼ形はもう完成ですよね。あとはメカ乗せかな。ということで6番の袋開けていこう。しまったな。先にこっち側パッチンすればよかった。つけにくいかも。押せばいけるのか。やり直そう。ピローを外した状態で先にパッチンしておいて、そこからネジを締めました。で、隙間がこれだけしかないんで結構しんどかったんですけど、このねティーミヤさんのレンチ、これをこんな感じで曲げまして、いい仕事してくれました。無事パッチンできたということで、サーボ乗せてみましょうか。サーボを浮かせといて、よーし、きた。先に ESC と受信機積むって書いてあるけど、モーター配線とかも見ながら積みたいんで、まずはモーターから積んでいこうかな。いよいよ開ける時が来たよ。なんか高級ゴルフボールが2つ入ってそうな感じ。いや、わかんないけど、なんかパッケージからしてワクワクさせてくれるのもすごくいいね。まあいいや、開けていこう。せーの。うわー、めっちゃ指紋ついちゃったけど、すごっ。これは美しいね。つけるのもったいないな。なんかこのまま飾っておきたい。でもつけちゃうよ。
ひとまず端子だけつけました。でね、指紋つけたくないから手袋下を搭載していこうと思います。こんなもんかな。では ESC を載せますよ。レーシングスピードコントローラールマン 240S。 これまた高級感すんごいね。もうね、手袋下までいくよ。うわー、かっけー。これまたチカチカの素晴らしいね。出してみましょう。はい、こんな感じ。すごくない？この光り方。これアルミボディにニッケルメッキっていうね。いや、めっちゃ綺麗。ちなみに裏もこんなチカチカ。ここに1,2,3,4本溝が掘ってあって、これはヒートシンク的な役割をしてくれてるのかな。さあ、では乗せていきましょう。どの辺かな。配線は多分この辺を通した方がいいかな。こんなもんかな。はい、完成しましたね。塗装はこれからですけどね。これはね、踏み応えがあるね。一旦ちょっとラフに組んでみようと思ったんですけど、どんどん本気になっていっちゃう感じなんですよ。ガチハイエンドみたいな緊張感を感じる必要はないはずなんですけど、いい感じに組みたい欲がどんどんかき立てられてくるんですよね。なので結局全部タップ切ってマシンスクリーンに交換しちゃいました。でもピロボールというかボールスタッドを樹脂にぶち込むところが何箇所かあるので、タップは持っておいた方が楽かなと思います。なくてもググッときっかけを作ってゆっくり締め込んでいけばいけるとは思うんですけど、これを機にタップを購入するっていうのもありかなと思いますね。あと組み立ての注意点としては、説明書をしっかり読めば難しくはないんですけど、カラーを結構多用するので付け間違いがないように気をつける必要はあるかなっていう印象ですね。なので確実な組み立てのためにはノギスも持っておきたいのと、あとはバリですね。限界まで抑えてくれてると思うんですけど、それでも除去しておきたいなって感じる程度のバリが結構あるので、そこはデザインナイフとかで処理しながら組んだ方が接合面が安定して、シャーシ合成とか締め付けトルクの安定にもつながったり、あとは修道具のフリクションにも関わってくるので処理しておいた方が気持ちいいですね。でもこのタップとかバリ処理とかは全然必須じゃなくて、このシャーシがね、こういう細かいことをやりたくさせてくれるんですよね。組み立てながら材質に触れて構造が見えてくるほど走りへの期待値も上がってって、こだわって組みたくなっちゃう感じなんですよ。あとは使用するバッテリーですね。ニッカドとか日水だと結構バッテリーホルダーがパツパツで、おりゃーって曲げないと収まらない感じなので、容量が大きな日水だとちょっと厳しいですね。ジャストサイズなのはこのサイズのリポでぴったり無理なく気持ちよく収まります。これより小さいリポだったらスポンジとかでこういった隙間を詰めれば OK ですね。こんな感じで確かに中級者向けっていう感じですが、事前に情報を揃えておけばビギナーさんでも楽しく組んでもらえるキットだと思いますね。マジでいいよこれ。はい、ということでですね、今回は強小のデューンマスター組み立ててみました。すんごい真剣になっちゃった。でもめっちゃ楽しかったこれで。ここにこのねバハバグのようなスタイルのボディが乗っかると、見た目のカスタムも楽しみたくなっちゃいますよね。今回はこのメイドイン東京ジャパンっていう記載を尊重する感じのカラーリングで塗って、また次回かな、もうちょっと後かな、走りの方もですね皆さんにご覧いただきたいなと思います。終わりー。